こんにちは、こごめありです。今回は私がいつも使用している塗りツール、ぬる水ブラシのご紹介です。クリップスタジオペイント専用ですが、概要欄の URL から無料でダウンロードできますので、ぜひお役立てください。この動画では簡単な使用感とブラシを使用したイラストのメイキングを紹介しています。ぜひシークバーから見たいとこだけ見てください。それではどうぞ。まず弱い筆圧から強い筆圧の動きをサイズ順に見ていきましょう。小さいとくっきり、中くらいだとこんな感じ、大きいととてもぼかしが効いています。シャッシャッと書くとこんな感じです。最小筆圧は少し大きめにしてあります。次に混色です。これがとても弱い筆圧。中くらいだとこれくらいでしょうか。強くするともうほぼ混ざりません。いい感じの筆圧でいい感じに撫でるといい感じに色が混ざるのがお分かりでしょうか。こんな風に透明色と切り替えて使うこともできます。私は右利きなのですが、左手で押しやすい C のキーに透明色切り替えのショートカットを設定しています。またコントロールキーとオルトキーを押しながらドラッグでペンのサイズ変更ができますので、こちらも合わせてめちゃくちゃ使っております。例えば服のシワですと、こんな風にはっきり描いた後、くっきりとした小さめのブラシを透明色に切り替え、削って形を整えたり、ぼけ足の強い大きめのブラシを使ってこのようにぼかしてなじませたりしています。私の場合、ぼかしブラシを併用してこのようにぼかした後、またいつものブラシに戻ってこちらも形を整えるなんてことをよくやっています。また程よく色が混ざるので厚塗りにも向いているかと思います。影の色と同じレイヤーに反射光っぽい色を混ぜてこのようにニュアンスを足してみたり、スポイトで色を混ぜて塗り込んでみたり、影のレイヤーの不透明度をロックして光源の側に赤っぽい色を混ぜて今時にしてみたり、この辺はご自身の塗り方と合わせてぜひ一番いい塗り方を見つけてみてください。線画も描けないことはないですが、このように筆圧が非常に反映されやすいのでコントロールが難しいかもしれません。でもまあ一度お試しいただくのもありかなと思います。いかがでしょうか。では続けてこちらのペンを使用したイラストのメイキングがございますので、実践編としてご覧ください。どうぞ。今回は塗りのブラシ紹介ですので、線画はサクッと用意します。ですが、この線画もすべてぬる水ブラシで描いてみましたので、書き味の参考になれば幸いです。そして下塗りを済ませたものがこちらになります。ここにはさすがにバケツを使いました。では早速塗っていきましょう。まず下準備としてハードライトレイヤーを作成し、灰色に近い濃いめの青色の影を塗りつぶします。次に顔周りのみ少し赤みを帯びた色をのせていきます。そうしたら次はハイライトレイヤーを作成し、真っ白な色で光を描いていきます。大きめのブラシでふんわり描きます。絶対に影になるところはくっきりとしたブラシで影をつけてあげるといいと思います。いつもならぼかしブラシも使うんですが、今回はこのブラシ1本で全てやっていこうと思います。これで大まかな光と影が塗れました。目から塗っていきたいと思います。まあ目の塗りは私もそんなに得意じゃなくて、皆さんの好きなように塗ればいいんじゃないかなって思います。ちなみに瞳は線画を描かず、ベースレイヤーにクリッピングして色をのせています。瞳の上に反射光を入れるとそれっぽくなるので一番好きな作業です。引きの絵も確認しながらバランスよくなるように頑張りましょう。ちなみに上にある非表示のレイヤーは私が下塗りの段階で一度色を置いていたものです。いつもは線画の段階で一緒に目も塗ってしまいます。一度キラキラのブラシをね、使おうとしました。このブラシ1本で頑張って塗ります。はい、これで目が塗れました。次に細かい影を塗っていきます。今回は最初につけたハイライトレイヤーの上から一度に全てのパーツを定山レイヤーでまとめて塗っていきます。
普段はパーツごとにちゃんと分けて塗ることが多いですが、今回は時短のためさっくりと塗っていきます。もちろん分けられる場合は分けた方が丁寧な塗りができます。ちなみに服の塗りは似たような服の画像を探して参考にしながら描いています。私が無意識にショートカットキーを使っていなければ、多分このペン1本で塗っているのがお分かりいただけるかと思います。影に使っている色はずっと一色です。筆圧の強弱だけで濃淡をつけています。普段はキャンバスの回転や反転もよく使うのですが、動画にする際は頑張って我慢しています。とても見づらくなるためです。少しだけ影の色が気になったので、レイヤーをハードライトに設定していい感じの影色を探っていきます。ちょっとのっぺりしているかなって思ったので、ベースの色にグラデーションをつける作業をしていきます。今回はぬる水ブラシ1本で仕上げるという縛りがあるため、このブラシを使っていますが、普通にエアブラシとかでサクッとグラデーションをつけちゃって大丈夫です。むしろそうしてください。そっちの方が絶対綺麗です。ついでに目の周りの赤みもここでつけてしまいます。出来上がったベースに先ほどの影とハイライトのレイヤーを表示するとこんな風になります。少し全体的に暗い気がしたので、影のレイヤーの不透明度を調整して色味を整えていきます。ここからは全体を見ながら気が済むまで加筆していきます。影になっているところになんとなく薄い色を入れてカラフルにしていきます。いつもはここもグラデーションツールでパパッとカラフルにしています。髪の毛のハイライトだけ髪の毛の選択範囲を取って、その他はまとめて1枚のレイヤーで上からつけてしまいます。顔周りと風船ガムもここで整えます。いい感じに塗り込みが進み、ほぼ塗り終わりました。ここからさらに調整をしていきます。光らせたり線画の色を変えたり加筆したり、とにかく気になったことは全てやります。途中で間違えて別のツールを使っていますが、ちゃんとアンドゥしているので使っていません。背景は特に何も考えてなかったので迷走しています。そうして出来上がったイラストを一晩寝かせて調整して本当に完成です。いかがでしたか？このチャンネルでは他にもイラストのメイキングやライブ配信などがございますので、もしこの動画を気に入っていただけたのであれば、チャンネル登録いただけますととても励みになります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひ使ってみてください。こごめありでした。